伊豆諸島の北端部にある伊豆大島。ここは島自体が一つの活火山です。山頂部のカルデラと中央火口級三原山。その他多くの側火山が島全体に分布しています。伊豆大島は火山信仰の島です。御神火、お流れ、おけぶ、三洞など火山噴火に関する現象はいずれも尊称で呼ばれてきました。伊豆大島での暮らしは火山とともにあるのです。1986年からの一連の噴火が収束した後、伊豆大島火山は30年以上の沈黙を続けています。しかし、山体内部では静かに変化が起きています。伊豆大島は北北西から南南東方向に伸びた形をしています。また、火口の配列も同じく北北西から南南東方向に伸びています。この配列は伊豆大島だけでなく、近隣の箱根や富士山にも共通する特徴です。これはフィリピン海プレートの先端部分一帯にかかる北西南東方向の強い圧力によるものです。圧縮を受け続けると、圧縮される方向と平行に岩脈が形成され、そこからマグマが地表に噴出されやすくなるのです。常に圧力を受け続ける伊豆大島は、北北西から南南東方向にマグマが噴出されやすく、島自体も同じ方向に伸びた形となりました。この広域の圧力は、1986年の割れ目噴火にも関係しています。伊豆大島火山が誕生する以前、この海域には、すでに複数の火山島が存在していました。10万年前よりも前に活動したとされる、岡田火山、行者の岩屋火山、筆島火山です。これらの山体は、すでに浸食が進んでいて、現在では海岸線に少しだけ分布しています。伊豆大島火山は3万年から4万年ほど前に活動を開始しました。爆発的な海底噴火を繰り返して少しずつ陸地化していきます。陸地が増えると比較的穏やかな噴火が増え、スコリアと溶岩流が幾重にも積み重なります。南部の地層切断面では、約2万年前からの堆積物を見ることができます。100に及ぶこれらの噴火の間隔は、平均で150年ほどと考えられています。3世紀頃、伊豆大島で大噴火が起き、島の中央部にカルデラが出現します。といっても、いわゆる破局的噴火のような巨大噴火が起こったわけではありません。この噴火で起こったのは、複数の割れ目噴火と、それに続く爆発的な水蒸気噴火です。通常考えられるカルデラ形成噴火とはマグマ成分も異なり、噴出量も2桁ほど足りません。ただ、その際、火砕流に似た低温の流れが島全体を埋め尽くしたことが分かっています。一体、この噴火では何が起こったのでしょうか。これについては、異なる2つの見解があります。
つは、割れ目噴火に続く水蒸気噴火に伴い、複数回の山体崩壊が起こり、島全体を岩石雪崩が覆い、馬蹄形カルデラが生じたというもの。もう一つは、割れ目噴火がカルデラ陥没を引き起こし、そして地下の熱水が爆発的な水蒸気噴火となって噴き出し、火砕流に似た低温の流れが島全体を覆ったというものです。少ない噴出量でカルデラ陥没が起こりうることは、同じ玄武岩質の火山、三宅島の2000年の噴火により確認されています。いずれの場合でも、逃げ場のない孤島にあっては、非常に恐ろしい現象です。カルデラ形成後も、たびたび大噴火が発生しています。むしろ、カルデラ形成噴火よりも規模の大きい噴火が何度も起こっています。不揃いな感覚であるものの、大噴火は、およそ100年から300年ごとに起きています。中規模以上の噴火では、割れ目噴火を伴う場合もあります。割れ目が海岸に達したときは、激しいマグマ水蒸気爆発を起こすこともあります。島の南部にあるハブ港は、9世紀のマグマ水蒸気噴火により形成された爆裂火口です。伊豆諸島の誕生に関するある神話があります。縁起本三宅記の主人公、三島の神は、伊豆海域を滑る神です。三島の神は、自らの拠点となる陸地を得るため、竜神と雷神をそれぞれ雇い、島づくりを始めます。あの神々が相談しておっしゃるには、竜神たちに頼んで、海中に大きな石を3つ置かれて、火の雷に焼かせてください。そのまま島となるでしょう、と。そのように用意し、水火の雷が一日一夜焼かれると一頭が出現したので、大明神はご覧になって、大いにお喜びになりました。白浜というところに住まわれている竜神は、海底からまた石を上げられると、神々はその石を取って一箇所に積み置かれると、火の神がこれを焼かれ、また一頭出現しました。島の焼き出しという神話には、その着想の元となる史実が存在します。9世紀半ばは、伊豆諸島の火山活動が活発化し、大噴火が頻発した時代でした。この50年足らずの間の一斉噴火の時期は、三島の神が深海を駆け上がる時期と符合します。この時代に、火山神としての三島の神の神話が生まれたのかもしれません。
なお、三島の神の三島とは、一般的には、伊豆諸島の尊称である三島が由来であるとされています。その他、三島の神の本拠地であった大島、新島、三宅島の3つの島を、文字通り三島と呼んだとする説もあります。15世紀の大噴火では、山頂とともに長さ約 4km に及ぶ割れ目でも噴火が発生し、割れ目は海岸に達しました。16世紀、17世紀、そして18世紀の大噴火では、それぞれ海岸に達する溶岩流を発生させます。18世紀の噴火は、伊豆大島で起こった最後の大噴火です。この噴火で、大量のスコリアが積み重なり、中央下降級、三原山の大部分が形成されたと考えられています。ただ、三原山の三原という呼び名は、この形成以前から使われていました。また、この18世紀の噴火開始直後の記録には、カルデラ内の火口を指して、三原山、三原とする記述も見られます。山頂火口は古くから神の宿る場所として崇められていたのです。19世紀以降の伊豆大島では大規模噴火は発生せず、中小規模の噴火が続いていました。1986年以前の噴火は、噴石や溶岩流は、おおむねカルデラ内に収まる程度でした。住宅地に危険が及ぶほどのことはなかったのです。1974年のごく小規模な噴火の後、火山活動を休止していた三原山。小噴火の後も、大島全体の膨張や地震の増加は続いていました。しかし、これらの前兆現象は、1980年頃に転機を迎えます。その頃から山体の膨張が停止し、地震回数も横ばいとなります。そしてその頃から、三原火口の地下の温度上昇が始まります。1986年の噴火前は、このように、一見矛盾するような前兆現象が見られていました。しかし、マグマはこの時、次のような過程をたどっていたと推定されます。1980年頃まで地下深くのマグマだまりではマグマの蓄積が進んでいました。マグマだまりの拡大に伴い山体の膨張と地震発生が続きます。1980年頃からはマグマはより浅い場所への上昇を始めます。マグマだまりへの流入量と流出量が釣り合うことで山体の膨張が止まります。そして、三原火口の直下では、温度上昇など、次第にマグマの接近を示す現象が見られるようになります。山体膨張の停止は、噴火が遠のいたことを示すものではなく、むしろ、噴火が近づきつつあることの証だったのです。1986年4月から地震や火山性微動が多発するようになり、振幅が大きくなっていきました。噴火の3日前には、山頂火口から新たな噴気が発見されています。
月15日17時25分頃、中央火口で噴火が始まります。溶岩を200から500メートルの高さに吹き上げるストロンボリ式噴火でした。中央火口が溶岩で満たされると、19日には溶岩が溢れ出て三原山の斜面を流れ下りました。この頃の噴火はまだ穏やかで、人の居住地で危険を感じるものではありませんでした。噴火を遠望できるオジンハ茶屋には多くの観光客が訪れ、この素晴らしく壮大な風景を堪能していたようです。同じ頃、大島では北部と西部で地震も頻発していました。マグマの放出によってマグマだまりが縮小した影響と思われる地震です。しかし、21日午後になると、震源域は北西南東方向に島を横切るように伸びていきます。この日の地震は、前日までと異なり、横ずれ断層や正断層を生じさせるものでした。この時、地下で割れ目が開き始めていました。16時15分、三原山北側のカルデラ内から白煙が上がり、続いて黒煙とともに溶岩が吹き上がりました。この割れ目噴火では、溶岩の高さが1600メートル、噴煙の高さは12キロメートルにまで達します。それまでの山頂噴火とは、マグマ成分も規模も異なる危険な噴火が始まったのです。17時46分、カルデラの外側の山腹から新たに割れ目噴火が始まります。溶岩とスコリアを500メートル吹き上げ、北西方向に次々と火口ができていきます。火口列は大島町最大の市街地、元町から間近に感じられる場所でした。C 火口列の活動がますます活発になるにつれ、赤熱した溶岩を絶え間なく吹き上げる噴泉は眩しいくらいに明るくなり、暗夜を焦がすようであった。明らかに震度5の地震が何回も起きているのだが、噴火後に気象庁に問い合わせると、当時はすでに測候所から撤退していたので、震度の観測記録が残っていないとのことであった。19時を過ぎた頃は A、B、C の各火口および火口列から次々と花火のように風船が上がり、大音響が聞こえて、居合わせた者にある種の動物的な恐怖を与えるような状況になっていた。割れ目噴火の発生後、三原山噴火災害対策本部は、地区ごとに順次、島外への避難を指示します。その後、島の南東部でも割れ目が見つかったことにより、22時50分には、避難指示が大島全域に及びました。元町港に着くと、闇夜に吹き上がる噴水のような溶岩が見えて、元町は昔の噴火の溶岩が流れたところだということを思い出し、これで店も家も終わりだと思った。買ったばかりのアンティークの家具が頭に浮かんだ。
14世紀、現在の元町の広い範囲を飲み込んだ溶岩流を地元住民は知っていました。また、この年の3年前に起こった三宅島の噴火で、溶岩流が集落を飲み込んだ光景も記憶に新しいところでした。元町への溶岩流の到達は現実的な懸念となっていたのです。しかし、後から振り返ってわかることですが、噴火はこの頃が最盛期でした。深夜、溶岩は元町の手前で停止し、全島避難が完了する頃には噴火はすでに収束しつつありました。噴火開始の翌月、12月18日の噴火が4時間ほどで収まった後、翌日19日から24日にかけて、島民の全面祈祷が行われます。1ヶ月に及ぶ全島避難が終わりました。翌年11月、数度の小噴火により、噴火以来、溶岩で満たされていた中央火口が陥没します。溶岩が稼働を逆流したようです。そして、噴煙、地震、微動とも徐々に衰えていき、1990年10月4日の水蒸気噴火以降は、静穏状態が続いています。伊豆大島火山の噴火には共通するパターンがあります。そして、地上からの観測により、マグマの上昇過程も知り得ることが分かってきました。マグマ蓄積器の山体膨張、マグマ上昇器の膨張停止、マグマが火口に近づくと、火山性微動や火口温度の急上昇などが見られるようになります。噴火のほとんどは、山頂火口から溶岩を吹き上げる噴火で始まります。溶岩が中央火口を満たすと、溢れ出た溶岩がカルデラ内を流れます。大噴火の場合は、これに加え、プリニー式噴火が発生し、溶岩流も海岸付近まで到達する場合があります。こちらは、居住地への影響が避けられません。その後はマグマの後退期に入ります。山頂火口からの爆発的噴火を繰り返しながら中央火口が陥没し、収束へと至ります。現在、地下のマグマはどの段階にあるのでしょうか。最後の噴火後、大島ではしばらく山体膨張が継続していました。しかし、2018年頃からは山体膨張がほぼ停止しています。前回の噴火と同様の経過をたどるとすれば、マグマはすでに上昇を始めているのかもしれません。伊豆大島火山の噴火履歴を見ると、おおむね定期的に大規模噴火が発生していることがわかります。大規模噴火には、未だ年代が確定されていないものもありますが、およそ100年から200年の間隔で発生しています。現在は、最後の大規模噴火から
すでに240年が経過しています。明治以降の中規模噴火を見ると、35年から40年の間隔で発生しています。現在は、最後の中規模噴火から36年が経過しました。いずれの間隔を見ても、近い将来の発生可能性の高さを示しています。噴出量と時間軸を組み合わせると、伊豆大島火山の平均噴出率がわかります。伊豆大島火山は、日本国内でも平均噴出率の高い火山です。中規模以下の噴火では、供給量に比べて十分にマグマを放出できておらず、約200年ごとに発生する大規模噴火によって噴出量を生産しているように見えます。1986年の噴火では、マグマの放出がまだ供給量に追いついていないことがわかります。したがって、マグマの供給量に変化がないとすれば、遠からず、大規模噴火が発生すると予測することができます。多くの噴火を繰り返してきた伊豆大島火山。一方、伊豆大島には8000年に及ぶ人々の居住の歴史もあります。島全体を襲った大噴火を経験してもなお途切れなかったその歴史に、大島の豊かさを感じるのです。